こんにちは。Xbox 専門 VTuber のたくみしーなです。今回は FPS ブースト対応タイトルの中でも特に私のおすすめのゲームを紹介していきます。FPS ブーストは Xbox シリーズ S やシリーズ X の本体を購入してまずその圧倒的な性能を確かめるのにぴったりな機能です。しかも紹介タイトルはすべて Xbox ゲームパスに対応しているので、まだ遊んだことがないタイトルや気になったタイトルがあったらぜひ遊んでみてくださいね。まずは FPS ブーストの機能についての詳しい説明と設定方法を紹介していきます。 FPS ブーストの設定方法についてもう知っているという方はゲーム紹介までチャプターを飛ばしちゃってくださいね。 FPS ブーストは過去に Xbox 360やXbox One で発売されたゲームソフトを Xbox シリーズ S やシリーズ X で遊ぶ際にフレームレートが 30fps から 60fps だったタイトルが 60fps から 120fps に進化して遊べる機能です。すべてのゲームソフトにFPS ブーストが搭載されているというわけではなく、特定のタイトルが対応しています。FPS ブーストの設定方法は、まず対応させたいゲームを選んだ状態でメニューボタンを押し、ゲームとアドオンを管理を選択します。管理画面になったら互換性オプションを選択。この中にある FPS ブーストにチェックマークをつけてください。これで準備は OK です。対応させたいタイトル一つ一つにこの処理が必要なので気をつけてね。それではおすすめタイトルの紹介です。ニュースーパーラッキーズテイル。狐のラッキーを操作しステージをクリアしていくオーソドックスな 3D アクションゲーム。ジャンプでの踏みつけや尻尾による攻撃で敵を倒したり、マップ上のコインを集めたり、隠されたボーナスアイテムを見つけたりと、基本的なアクションゲームの要素が組み込まれています。難易度は割と低めで、お子様でも最後まで遊べると思います。かなり楽しくて、私は一気に実績コンプまで遊んじゃいました。120fps で遊べる 3D アクションということで、操作性もかなりいいので、ぜひライトユーザーの方からヘビーユーザーの方まで、ぬるぬるアクションを体験するなら、まずはこの1本がおすすめです。日本語もめちゃくちゃに大きく表示されるので目にも優しいですね。ホローナイト、異常と思えるほどの大ボリュームと達成感のある刺激的な難易度、可愛くもあり、また時には牙を剥いてくる世界観、綺麗な BGM ともはや短所はどこにと思える2D メトロイドバニアの傑作タイトルです。この激しいアクションゲームが 120fps で遊べるのはたまらなく嬉しいですよね。私クリアまでに40時間以上遊んだかな。とにかくボリュームが凄まじく、ボスの数もフィールドも何もかもが妥協なく贅沢に丁寧に作られています。ボス戦も探索面でも基本難易度がやや高めではありますが、繰り返し戦ったり探索することで必ず攻略の糸口が見つかり倒せると思います。虫がメインキャラなのですが、虫がめちゃくちゃ苦手な私でも問題なく気にならず最後まで遊べました。いやー、ホローナイトの世界観の虫たちは可愛いよ。グッズもたくさん買っちゃいました。
うちの玄関にね、飾ってます。続編のシルクソングも2023年に Day1 で Xbox ゲームパスに対応予定なので、この傑作を未プレイの方はぜひ遊んでみてほしいです。ぬるぬるでとにかくアクションが気持ちいいですよ。タイタンフォール2、マルチプレイが有名なタイトルかと思いますが、本作とにかく一人用のストーリーモードがめちゃくちゃ出来がいいです。 FPS といえばやっぱり基本対人戦なんですけどね、本当ここまでストーリーが面白い FPS は貴重だと思います。中盤の流れは涙腺崩壊待ったなしですし、一本の映画を見終えた後のような気持ちになれます。短めのボリュームで中だるみすることなく最後まで遊べると思いますし、難易度選択もあるので対人 FPS が苦手って人にもぜひ遊んでみてほしいです。単純に FPS として見てもスピード感があって爽快感抜群なので操作してても気持ちいいですよ。ちなみに Apex Legends と世界観がつながっていることで有名ですが、 Apex や前作タイタンフォール1を遊んでいなくても問題なくタイタンフォール2のストーリーは遊べると思いますよ。ぜひ 120fps にも対応しているのでリプレイの方は遊んでみてください。ミラーズエッジカタリスト、オープンワールドとなって帰ってきた名作ミラーズエッジシリーズの2作目。未来の高層ビルをパルクールアクションを駆使して走り飛び回れます。とにかくスピード感が大事なゲームなので 120fps の対応は嬉しいですね。私自身としては後で紹介する前作の方が大好きなのですが、前作を遊んで楽しかった方にはぜひ本作カタリストも遊んでみてほしいです。うまく走れると本当に気持ちよくって爽快なんですよね。かなり 3D アクションが激しめなので 3D 用意しちゃう方は注意が必要です。プラント VS ゾンビネイバービルの戦い。可愛らしい個性豊かなプラントたちとゾンビたちとで戦うプラゾン TPS シリーズの3作目。2は日本語未収録でしたが、今作は日本語対応しています。ストーリーモードも搭載されていて、フレンドと協力して遊ぶことも可能です。対人が苦手という方でも GPU 相手にストーリーモードや敵がわらわら攻めてくるウェーブを戦うモードなども収録されているので気楽に触りやすいタイトルだと思います。初めて TPS 触る方とかお子様とかにもすごくぴったりなゲームだと思いますよ。ひまわりのサンフラワーちゃんは仲間の回復役になれます。ミラーズエッジ、先ほどご紹介したミラーズエッジカタリストの前作で、もともとは Xbox360 で発売された作品。カタリストの方はオープンワールドでしたが、こちらはステージクリア型となっていて、ステージごとにマップが変わるので飽きることなく走れると思います。パルクールによる爽快感に特化したゲームで戦闘要素もありますが、ほぼおまけのような位置づけです。すごくおしゃれなメインテーマもぜひ一度は聴いてみてほしいです。発売から14年経ちますが、未だ色あせぬ傑作アクションゲーム。リプレイの方はぜひおすすめです。こちらもカタリスト同様、かなりアクションが激しいので 3D 用意してしまう方は注意かもしれません。吐かないようにね。Gears of War、 Xbox を代表する傑作 TPS シリーズの1作目。パワーシステムやリロードアクション、チェーンソーやショットガンでの近接戦の気持ちよさ、とにかくややこしい操作がなく簡単かつ幅広いアクションが可能なのがギアーズの売りですね。
2006年に発売された今作ですが、全然古さを感じることなく楽しく操作できちゃいます。ストーリーは最新作5まで続いているので、未経験の方はまず1からぜひ。オンライン協力プレイでも全編遊ぶことが可能です。もともと非常に美しかった映像がさらに強化され、もうリマスターじゃんってくらい綺麗なグラフィックとフレームレートで遊べますよ。ギアーズシリーズに関しては私特に大好きなゲームなので、別の動画でしっかりとご紹介したいと思っています。ギアーズ・オブ・ウォー3シリーズ3作目、マーカス・フェニックスを主人公とした3部作の完結編です。3のストーリーモードはこれまで最大2人までだったオンライン協力プレイが最大4人まで対応。敵側を操作できるビーストモードの追加や、シリーズおなじみのフォードの大幅なパワーアップなどと、とにかくとんでもないボリュームがあり、まさにギアーズシリーズ集大成と言えるゲームです。仲のいいフレンドと集まって遊んでみてね。そしてマーカスの物語の結末をぜひ。デッドスペース2傑作サバイバルホラー TPS の2作目。日本では未発売ですが、海外ストアからダウンロードが可能です。日本語には対応していませんが、いつでも目的地へのマーカーを表示することができるので、英語でも一切迷うことなく遊ぶことができます。1作目の方は FPS ブーストに対応していませんが、2と3は対応しています。デッドスペースの1と2はほんとめちゃくちゃ面白いので、ゴア表現がかなり激しかったり、ホラー要素もありますが、バイオハザードシリーズなど好きな方なら間違いなく楽しめると思いますので、ぜひ遊んでみてほしいです。デッドスペース2が 60fps で遊べてしまうのはもうね、感動ですね。涙が出ますね。1とストーリーがつながっているので、1から遊ぶといいですね。なお1は2023年1月にリメイク版が発売予定です。フォールアウト3、2008年にベセスダから発売されたオープンワールド RPG、60fps の滑らかなフレームレートに映像も高画質で、こちらももはやリマスター版のような感じですね。私にとって初めてのフォールアウトはこの3作目だったので、初めて遊んだ衝撃は凄まじかったです。ファストトラベルやマップ移動時のロードも劇的に速くなっているので、めちゃくちゃ快適に遊べますね。すでにプレイ済みの方でも未プレイの方でも今からでも遊べる名作だと思います。人は過ちを繰り返す。ということで、今回は Xbox ゲームパスタイトルの中で FPS ブーストに対応しているおすすめタイトルをご紹介しました。私のチャンネルでは今後も Xbox 関連の動画を公開していきますので、よかったらチャンネル登録と高評価していただけるとすごく嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。またねー。